アメリカ軽戦車 M24 チャーフィー。2026年7月発売。タミヤ35分の1ミリタリーミニチュアシリーズ最新作。タミヤの最新技術で精密なディテールと組み立てやすさが両立したキット。そしてクリアパーツを塗りつぶす謎のデカール。サクッと組み立ててこのキットの全貌を解き明かしましょう。それでは作っていきましょう。ランナーを8枚。オリーブドラブの成型色のランナーが7枚とクリアのランナーが1枚。武器のランナー1枚とクリアのランナー以外は新規造形のランナーです。ランナーの他にはポリキャップ、デカール、そしてエッチングパーツがついてます。今回はオリーブドラブの成型色を活かして部分塗装だけで完成させていきます。ガンプラ系 YouTuber がやるみたいに発売日に完成させて翌日には動画投稿みたいなことができないか模索してみます。このキットの目玉パーツの一つ、エッチングパーツ。リアパネルに備え付けられた金網製ラックを再現するパーツです。エッチングパーツといえば組み立てが難しい上級者向けのイメージですが、そこはタミヤ、誰でも簡単に組み立てられるように専用のジグがついてきます。台座となるパーツにエッチングパーツを取り付けて、軽く折り曲げてから蓋のパーツをかぶせる。左右折り曲げてからジグから取り出すと、これだけでエッチングパーツが緩やかなカーブに成形されます。こういうエッチングパーツ用のジグは2024年発売のレオパルド2から付属。絶対に組み立てを失敗させないというタミヤの強い意志が感じ取れますね。金属パーツなので塗装前には下地処理が必要。スプレー缶の密着ロンを使います。塗装には AK リアルカラーマーカーのオリーブドラブ。成型色とは若干色がずれていますが許容範囲だと思います。リアパネルに差し込んだら、穴を塞ぐ板を裏から当てて、すねを折り曲げたら接着剤なしでもしっかり固定されます。組み立てはエッチングパーツと思えないくらい簡単ですが、繊細なパーツであることは変わりません。私は組み立て中にうっかり何度も指をぶつけて歪ませてしまいました。このキット、冒頭内部まで精密に造形されているのが売りのキット。ですが、タミヤのキットにはほとんど見えない部分の作り込みよりも、組み立てやすさを求めている人も多いのではないでしょうか。私もその一人です。このキット、説明書ではハッチは必ず開けて組み立てる指示になっていて、中が見えない組み立て方の案内はありません。ですが、全部のハッチを閉じて中が見えないように作れるなら、組み立ての手間はぐっと減ります。今回はそれが可能かどうかも検証をしていきます。最初はパーツを2度切りしてましたけど、今回はスピード製作ということで限界まで時短するために一度切りに変更しました。ゲート跡は最後にウェザリングでごまかします。パーツの合わせ目に来るゲートだけはちゃんと処理しないと組み立てられないので、マジスクでしっかり削り落とします。片輪はゴム部分の塗り分けが必要。数が多くて戦車の塗装では一番めんどくさいところ。ここは AK マーカーのラバーブラックを使います。簡単に塗り分けできて大幅な時短になります。下手な筆塗りよりずっとムラなく綺麗に仕上がります。パーツの差し込み穴は形状が工夫されていて、違うパーツや間違った向きでは絶対に取り付けられない構造になっています。履帯は直線部分を一体とした連結組み立て式。ランナーのまま塗装を済ませます。使ったのは AK マーカーのダークアルミニウム。正直塗料選びは失敗でしたね。ちょっと色が明るすぎるし、隠蔽力が低くて下地が透けちゃってます。ダークアイアン系で筆ペンタイプのマーカーがなかなか見つからないんですよね。説明書通りの順番で履帯を巻きつけていきます。やっべ、やらかした。かろうじてカッターマット以外に被害はありませんでした。カッターマット新調したばっかりだったんですけどね。こんなこともあろうかと代わりのカッターマットを用意してありました。A4 サイズのガラスカッターマットが2枚。カッターマットって本来は机の代わりに汚れてもらうものなんですけど、YouTuber 的には画面映えのためにできるだけ汚したくないんですよね。ガラス製なら塗料とか接着剤で汚れたり、ナイフで傷ついたりしないはず。A3 サイズが売ってないので2枚並べる必要があるのが嫌で眠らせてたんですけど、背に腹は変えられません。ただしダイヤモンドカッターには勝てないので気をつけましょう。よく使うマジスクが何気にダイヤモンド製です。改めて履帯の取り付け。起点の位置は差し込み穴でしっかり決まるので、そこを基準に取り付けていきます。曲線部分の履帯は1枚ずつ別パーツ。1枚ずつ並べて接着剤で連結。接着剤は乾いて固まらないうちに巻き付けていきます。タミヤの戦車模型はスプロケットのところだけポリキャップで回転する構造になってます。正直これ角度調整が必要になってかえって組み立てにくいと思うんですけど、なんでこうなってるんでしょうね。切ったのおかげか私が上達したからか過去一履帯をうまく巻き付けられました。履帯をカバーするフェンダーのパーツはスライド金型成形で、側面にもリベットが刻まれています。フェンダー側面はサンドシールドありなし選択式。
今回は極力手軽に製作したいので取り外した状態でいきます。車体上部に細かいパーツを取り付けていきます。合計32個。タミヤ持ち前の愛の良さで小さいパーツでも組み立ては難しくありません。ただし、うっかり弾いて落とすと床を這いずり回って探すことになるので慎重に。特に小さなパーツはランナーをつけたまま車体に接着して、固定されてからランナーを切り落とします。小さいパーツの部分塗装は取り回ししやすいようにランナーのままマーカーで塗装。一部のパーツには鋳造表現が入っています。そういうパーツはゲート処理で鋳造表現が潰れないようにアンダーゲートになっています。処理し忘れるとパーツがしっかりはまらないので忘れずに処理しましょう。説明書にもちゃんと注意書きがあります。私は何度か失敗して接着後にパーツを引き剥がす羽目になりました。大量の細かいパーツの接着が終わったので、車体上面と仮面をドッキング。ワイヤーロープはプラスチックパーツで再現。昔は紐を使った再現でしたが、あまり評判は良くなかったみたいですね。2022年発売のイギリス戦車コメットからプラスチック成形に置き換わっています。方針はスライド金型を使った一体成形。目立つパーティングラインがあるのでここは処理しましょう。普段はマジスクのカンナ掛けで済ませちゃうんですが、本来の曲面が平らになってしまうので本当はいまいちです。スポンジヤスリを取り付けた電動ヤスリで処理してみます。マジスクよりも曲面を崩さずに処理できた気がします。75mm 砲は砲塔内部に収める砲尾まで細かく造形。ただし中身が見えないように作れるなら、砲身の土台になる2パーツだけの組み立てで OK です。キューポラにある外を確認する覗き穴、ビジョンブロックはクリアパーツ。このクリアパーツには黒く塗りつぶすためのデカールがついています。角度によって黒く見える実写の窓を再現するためだとのこと。わざわざそんなことのためにデカールを用意してくれてるのはなかなか奇妙です。私はこのデカールは中身が見えないようにして作る選択肢もあるよというタミヤからのメッセージと受け取りました。今回はデカールの代わりに裏側からマーカーで黒く塗りつぶしてみました。さて、砲塔の2箇所のハッチです。説明書ではハッチを開いた状態で組み立てる指示ですが、閉じた状態で作ることができれば内側の組み立てと塗装がスキップできます。やってみましょう。1箇所目。ぴったり閉じることができました。2箇所目。こちらも OK。これで内部が完全に見えない状態で組み立てられることが分かりました。タミヤは内側まで作りたくないモデラーへの逃げ道もちゃんと用意してくれてたようです。それでは車体と砲塔をドッキング。ハッチから顔を出す半身像のフィギュアが2体付属。今回は使わないことにしたわけですが、せっかくなので組み立ててみましょう。相変わらず最高のクオリティのフィギュアですね。砲塔上部の M2 ブローニング機関銃は銃弾ベルトまで再現されてます。マーカーでさっと撫でるように塗るとグッとリアルになります。機関銃を取り付けたら組み立ては完了。デカールを貼ります。デカールはイタリア戦線で活躍した第一機甲師団所属車1種類と、ドイツ国内に配備された車両2種類の計3種類が付属。今回はサンドシールドがない仕様のデカールを選択します。ウェザリングをしましょう。ここ数年のタミヤのホームページの完成見本を見たことありますか？めちゃくちゃクオリティ高いんですよ。ピンウォッシュとウェザリングマスターでの最小限のウェザリングだと思うんですけど、ディテールをさりげなく強調しためちゃくちゃ丁寧で上品な仕上げになってます。今回もそれを手本にウェザリングしてみます。まずは墨入れ塗料ダークブラウンでピンウォッシュ。奥まった部分に墨を流し、自然なグラデーションが残る程度に拭き取ります。次にエナメル塗料バフでドライブラシ。エッジにハイライトを乗せたり砂ぼこりを再現します。鋳造表現が入った部分にドライブラシをかけるとテクスチャーが強調されて効果的。仕上げに艶消しトップコート。これはちょっと勢いよく吹き付けすぎですね。ドライブラシの塗料が溶けて滲む危険があります。乾燥したらライトのクリアパーツを接着して、タミヤ35分の1アメリカ軽戦車 M24 チャーフィー。完成です。M24 チャーフィーは M3 エミゴスチュアートの後継として、第二次大戦末期に登場したアメリカ軍の軽戦車。コンパクトな車体に 75mm 砲を搭載し、最高速度は56キロ。1944年からヨーロッパ戦線に投入され、戦後も日本やフランスなど20カ国以上で運用されました。朝鮮戦争やインドシナ戦争などにも投入され、一部の国では改良を受けながら1990年代まで配備が続けられました。というわけでチャーフィーの製作でした。製作期間2日弱。次はなんとか1日で完成できるところまで時短を極めたいですね。今回は成型色生かしで作りましたけど、全塗装で製作した戦車と見分けがつかなくてビビりました。
あんま変わらにゃん。今後も新作プラモが出たら新作ガンプラレビューみたいなノリでサクッと作ってレビューしていきたいと思います。この動画が参考になった、面白かったと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。メンバーシップもあるのでこちらもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。